このお話はですね、その知人の、女性の方から聞いた話でね、その方が、大学を卒業して、バイトしてる時に、体験したお話なんです。怪談をいろいろ聞かれてる方だったら、こういうお話聞いたことあるかなって思うんですけど、この霊感がある人と一緒にいると、自分にも霊が見えると。こういう話をね、聞いたことある方もいらっしゃるかと思うんですよ。でもこれっていうのはね、僕も結構、いくつかお話を聞いてて、普段自分には幽霊が見えないんですけど、霊感がある方と一緒にいると、普段見えない人にも幽霊が見えてしまう。なんか引き上げられるみたいなね。なんかそんな話聞きますよね。で、俺聞くんですけど、この方はですね、それによって余計なものまで見えてしまったというお話なんです。はい。この当時大学生のこの女性の方、仮にちょっと A さんという名前にさせていただきます。この A さんがですね、飲食店でバイトしてたんです。で、いわゆるバックヤードというか休憩室みたいなところがあって、そこで仲間同士ね、ワイワイ喋ってたんですけど、その中にいる一人ね、男性の方なんですよ。それがどうやらこの A さんに好意を持ってるのか、ご飯に行きましょうとか、どっかデート行きませんかみたいなことで執拗に誘ってきてたっていうんですよ。で、A さんもね、それをなんとなくあしらってちょっと二人っきりは恥ずかしいんでなんてことを言いながら断ってたんですけど、A さん自身もね、普段いろんな人と話してる中に、ふとね、私、幽霊って見てみたんよねって。なんかさ、心霊スポットとかも行ったことがなくて、なんか話には聞くから、怖いとは思うけど、どんなんか見てみたんよね、なんてことを喋ってたんです。はい。するとそのね、好意を持った男性っていうのがね、これがチャンスとばかりに、それやったら、一緒に心霊スポット行かへん。俺車あるから俺車出すよ。それにさ、俺霊感あんのよ。幽霊見たことあるからさ、俺と一緒に行ったら、幽霊見れるで。この A さんね、ずっと断ってたんですけど、なんかそれはちょっと無力的に感じたというか、一緒に幽霊見えるんやったらちょっと気になるなと。周りに霊感あるっていう方もいないもんですから、ちょっと、気が惹かれたというか。で、二人っきりで行くっていうのもあれなんで、ちょっと提案としてね、じゃあ、何々ちゃんも行こうよとか、何々くんもどうって言ったら、その場で乗ってきてくれたんで、その霊感のある男性と、バイトの仲間二人、そしてこの A さんとで、とある心霊スポットに向かったんですよ。で、この心霊スポットっていうのが山の中にあるトンネルで、もう普段はね、そんな人通りなんかないですから、ライトもついてないんですよ。車で行くからこそ、この車のライトがバッとついて、トンネルの全体像がわかる。100メーターぐらいですかね。そんなに大きいトンネルでもないんです。で、真夜中ですから当然人もいない。電気もつかない古いトンネルですよ。車のライトパンと来たら、もう怪しいとかではなく、どこがトンネルなのか、どこがこの周りの森なのかわからなくなるぐらい真っ暗。そんな中で、みんなね、車からバッと降りて、小さい懐中電灯をそれぞれ持って、歩いてトンネルの中に入っていったって言うんですよ。で、ライトでね、バーって照らしてると、トンネルと、そしてトンネルより外っていうのがね、この光の反射がないわけですから、より暗く見えると。トンネルの中足を踏み入れて、ジャッジャッジャッとこのね、土の道を歩いてると、なんか聞こえるような気もするし、なんか向こうに誰かいるような気もするな、なんて言いながらみんなが盛り上がってた。で、この A さんも含めたこのね、4人が固まって進んでると、A さんがね、持ったライトのままドンってぶつかったって言うんですよ。何って言ったらその男性が自分の前で止まってるって言って。何してんのって言って。いやいや、だってほら。って指さしてる。って言って。いや、あそこいるよな。って言って。何も見えないんですけど、トンネルの向こう側の出口を指さして、あそこになんかいるよな。って。いや、わかんないよ。いや、ライト向けてみろって言って、みんなでバッてライトを向けた。そしたら真っ暗な中なんですけど、全員のライトが照らされると、ちょっと明るく見えるんですよ。トンネルの外、半円状ですよね。半円状に暗い中にライトが照らされて、ちょっとずつ明るくなるんですけど、真ん中に一人の影だけが残ったんですよ。いるってなって。そのシルエットだけでもね、多分女性だなって分かったって言うんですよ。
うわーっと声を上げて、みんなで急いで車の方に戻っていった。で、車の中バーンって入っても、みんなね、ちょっと震えながら、いたよね、今見たよね、絶対人いたよねって。いた。で、まあ A さん自身も、私も見えちゃったって、今までこんなん見たことないのに。ね、好意を持っているその男性ですよ。内心は怖いんでしょうけど、いたよな。見えたやろ？俺と一緒に来たから見えたんやで。あれ、絶対そう、俺霊感あるからそうや。まあそのままね、U ターンして帰ったりしてもよかったんでしょうけど、向こう側にもしかしたら人がいるんじゃないかということで車をバーッと走らせた。結局トンネルを抜けたところまで行っても人とすれ違うことはない。抜けた先も横はもうね、切り立った山の崖みたいになってるから、これ人なんか入ってこれない。あの人影ってやっぱり幽霊だったんだ。ということでこれ4人、まあその日は家に帰るんですよ。で、ここからなんですよね。この A さんね、アパートの2階で一人暮らしをしてたんです。まあ普通のアパートですよ。キッチンがあって奥に一部屋だけある。キッチンの隣にお風呂場とトイレがある。いつもずっとそこに過ごしてね、もう1年以上なるって言うんですけど、そんなこと一回もなかったって言うんですよ。夜中まあトイレに行こうかななんてバッと目が覚めて、ベッドから足を下ろして立とうとしたんですよ。ガラスの扉が閉まって向こう側がキッチンなんですけど、そこにもやもやっと黒いのが見えてるんですよ。これなんかそのね、家具があれ反射してこんな風に見えんのかな。大して気に留めてなかった。寝ぼけてんのもあって、そのままフラフラっとしながらトイレって言いながらカラッと開けたら、目の前に人が立ってたって言うんですよ。うわっと思って。それも、なんかね、作業服を着た男性のように見えた。これがね、はっきりとはまあ寝ぼけてたんもあって見えなかった。覚えてないというか。なんとなくこの男の人でこの前を開けて、まあ作業着特有ですよね。スーツとは違うなんかこうちょっと角張ったこの体のシルエットが見えたから、わっと思って。わっとは思ったものの、その人がね、特にこちらに動いてくるってこともなかったって。だからビクッとしたまま、横をこうスルスルっと抜けてトイレに行ったって言うんですよ。トイレでまあ用を足して出てきたら、その人影がなくなってたって言うんですよ。寝ぼけてたのかなと思いながらも A さん怖いんで、その日は電気をつけたまま寝た。まあ何やったんやろうな、なんて思って。で、またこれしばらく何日か経ったんですよね。今度は夜中普通に寝る前ですよ。11時ぐらいにテレビをつけて、なんとなくそろそろ寝る時間やなと思って。同じくですよ。トイレに行こうと思って、キッチンの方バッと見た。ガラスの向こうに人影があると。あの時と一緒や。その時と違って今回は明るいからよりはっきりとわかる。あ、絶対にいる。あの時と一緒や。またこうやってスルスルスルっとちょっとだけこのね、ドアを開けていくと、存在感だけじゃなくて確かにまたあの時と一緒。人がいるんです。はい。でもこれ前と同じで何も自分の方には向かってこないから、その間を抜けて、まあ同じようにトイレに行って、で、まあ出てきた。おかしい。ここって事故物件だったの？こんなことって今までなかったし、でもそうか、私が心霊スポットに行って一回見たから、そういう能力ってついちゃうのかななんてことを思ってた。で、またしばらく日が経ったんですよね。まあこの方またね、夜どうしてもそういう癖があるんですよ。トイレに行きたいなと思って。目が覚めた。で、こう横を向いてたんでね、トイレっていうのはね、まあ向こうにあったんで、体を起こそうとして、なんとなくって言いながらこう目を開きながらこっちを向けたんですよ。って開けた目の前のここに人の顔があったんですよ。うわっと思って。思わずその時はキャーって声が出たって言うんですよ。さっきね、言ったように、その今まで見たその男性らしき人なんですけど、今までの場所じゃなくて自分の真横にいる。もうそれにはさすがに驚いたらしくて、A さん、うわって声を上げたと。その瞬間なんですよ。自分のスマホが鳴ったって言うんですよ。はい。で、目の前にこの人がいるでしょ。まあ枕元に置いてるスマホをバッて取って壁際に寄ってスマホを見たんですよ。すると自分に好意を寄せてた男性が自分に連絡をくれてたんです。はいはいはい。
今胸騒ぎしたけど大丈夫？と思って。で、A さんそれ見て何と思いながら、まあそのね、幽霊であろうものをこう飛び越えて、キッチンまで出て、あ、よかった、動かないと思いながら、なんなんこいつこんなタイミングで連絡してきて、なんでわかんのというか。でもわからん。第6巻とか霊感がある人にはわかるんかなと思いながら。でもいろいろ考えながら一回トイレに行ったんですけど、ふと頭に浮かんだのは、こいつがなんかしてるんじゃないって思ったらしいんですよ。こんなタイミングよく私がわって嫌な思いした瞬間がわかるって、そんなこともないやろうし、もしかしたらこいつが、なんかいわゆるなんか生き量みたいなのを私に飛ばしてて、面白がって今日何かして、何か起こったんじゃないって言って、頼ってもらおうと思って連絡してきたんちゃうと。そう考えたらもうそうとしか思えなくなったこの A さん腹が立ったらしくて、ちょっと電話かけたろこいつ今。びっくりするやろうなと思って電話鳴らしたんですよ。鳴らしたら着信音が自分の玄関の前から聞こえてきた。ってなって。まあ、鳴ってんのはわかりますよね。もう、郵便受けから開けて、なんでそこいるんですか？何してるんですか？向こうから言うんですよ。いや、ごめん、違うんよ。違う。僕、そう、違う。怖がらせたかったんじゃないんよ。ごめん。いや、本当に胸騒ぎがして大丈夫か心配やから、来てたんよ。なんで家知ってるんですか？いや、ほら、この前一緒に行ってた、ほら、仲いい子に聞いて、心配やったから来たんよ。いや、心配でもわざわざ家に来るってこんなんありえないですよ。私こんなん言ってないんですから。まあ当然ね、そんなことあったら、もう職場も一緒には働けないじゃないですか。A さん、まあ、辞めて、まあその方とはもう会わないようになったんですけど、これね、A さんが途中から霊感がついて、家で今まで見なかった頃霊を見てたんじゃないかなって思ってたんですけど、これ違うわと。霊感がある人のそばにいたら自分も霊感が出てしまうんだ。だから私が家の中で男の幽霊を見たとき、毎回あの人玄関先にいたんだ。霊感がある人が近くにいたからこそ幽霊が見えてたんだ。すぐにこのマンション自体も引き払ったらしいんですけど、なんかね、元々のその職場には、まあ友達は働いてるわけで、本当に気をつけた方がいいよみたいなのもその後言われてたっていうんですよ。それ何かっていうと、まあふざけながらですから、まあ本気にしないでねとは言うんですけど、僕って幽霊見えるから、好きな子が亡くなっても姿は見れるんよな、みたいなことをボソボソ口走ってたって言うんですよ。これがわざとなのか、本当にそういうことを考えてたのかは、まあわからないですけど、まあ少なくともね、そんだけ常識のない人ですから、もしかしたらもっと危ない目に遭ってたのかもなというお話でございます。ありがとうございました。すごい、この幽霊と人コアのまたどちらもこう感じられる話というか。そうですね。すごい話ですね。いや、もちろんね、はい、一つの考え方として、はい、まあ霊感があるからこそ何か良くないことが起こってる。はい、それが心配で来ていたっていう優しさっていうことも考えられなくはないですけど、どうやらでも違うんですよね。まあその後のね、言動を聞いててもちょっとそれなんでわざわざその友達に言うのみたいな。もう自分の願いが叶わないから、なんかね、お前知らんからなっていう、やっぱりそういうね、短絡的なこの脅すような性格にも見て取れますし、まあ、たとえ心配だとしてもですよ。それだったら先に玄関のドアを鳴らすとか、もっと方法はあったとは思うんですよね。なんでそれだったら例えば、何回も家に来てたんだろうなと。まあ、あくまでそれはね、想像でしかないですけども、はい、ただ、本当に霊は、その霊感がある人と一緒にいる時に見えるっていうこの法則で見えるんだとした時に、家で見えてた時、つまりそこにいたんだってめちゃめちゃ怖いですね。はい、まあね、この A さんですけど、僕改めて聞きましたけど、やっぱそれ以来幽霊を見たことは一回もないって言ってましたね。
いやー。まあ、いろんなパターンあるのかもしれないですけどもね。はい、確かに昔からね、霊感が強い人と一緒にいると自分も見えるようになるっていう。はい、ただ、それって、そこで引き上げられてその後ずっと見えるってパターンもあるかもしれないけども、はい、そうじゃなくて本当にその人といる時だけ、毎回見えるっていうことあるんですね。あるみたいですね。この話を聞かせてもらうとそう思いますよね。はあ。いや、すっごい思いもよらない。そうですね。まさかそんなことで人を感知できてしまうとはというね。幽霊見えたことによってそこにいたことがわかるっていう、これ本当に言い方悪いけども、めちゃくちゃ面白い話ですね。そうですね。まあその現象だけを捉えるとね、まあご本人は怖い思いとか嫌な思いしたでしょうけど、現象だけを捉えると、まあ非常に面白いというか、霊感があるからこそ起こった事象とか、この幽霊の法則があるからこそ、起こってしまった話。もう僕も同じような話はちょっと聞いたことがなかったんで、はい。すごい印象に残ってる話ですね。いや、ありがとうございました。